皆様こんにちは。今回は超コンパクトで洗車の拭き上げ時間を大幅に短縮できるミニブロワーを買ったので、実際に洗車で使えるかレビューしていきたいと思います。おそらく多くの人がこちらのキモのブロワー、これ使ってる人多いと思います。コスパ最強で値段もお手頃なので、正直これでいいと思うんですが、こちらのブロワー、音がめっちゃ大きいので、家が住宅街だとブロワーの音が気になる方結構多いと思いますし、ブロワー本体が大きいので、洗車場まで持っていくのが面倒だったり、また充電も専用の充電器を使ってコンセントから電気を取って充電する必要がありました。そこで今回新たに買ってみたブロワーがこちら、ハゴーギというメーカーから出てる超コンパクトブロワーですね。届いた箱はこんな感じで、結構高級感出てる感じで、中身はこんな感じ。箱の中にはブロワー本体、素材はアルミでできているので結構しっかりとした作りですね。電源はこちらの下のボタンを長押し、風力の調整は上のボタンをスライドするだけのシンプル構造ですね。一番下が弱くて上にスライドすれば強くなっていきます。ブロワー本体以外には充電用の USB-C ケーブル、掃除するやつ、アタッチメントが2種類入ってます。また保管用の袋と3年保証の紙と説明書も付属してます。前のブロワーと違って USB-C で充電できるのがかなり使い勝手が良くて、車のシガーソケットからも簡単に充電できて圧倒的にコンパクトなので、車の中に常に入れておいてもいいと思います。またブロワー本体の重さですが 340g とだいぶ軽いです。ちなみに前使ってた大きいブロワーは 1.3kg と約4倍ぐらい重いです。これだけ小さくて軽いブロワーが実際に洗車で使えるのか、本格的なブロワーとどれぐらい差があるのか比較していきたいと思います。まずは音量ですが、こちらがキモのブロワー。 iPhone のアプリで測ったら音量は約120デシベル。そのアプリの説明によると120デシベルはチェーンソーぐらいうるさいみたいなので、まあまあ音大きいです。夜に使うと間違いなく隣の人からキレられる音量ですね。そしてこちらが今回の超コンパクトブロワー、約80デシベルなんで、やはり小さい分静かになっています。実際両方とも使うと圧倒的に普通のブロワーの方がうるさいですね。それでは実際に洗車後の拭き上げに使えるのか試してみます。はい、今洗車が終わりまして、車に水滴がついてますので、実際に水が飛ぶのか見てみます。こちらが従来のブロワーの肝。まあ本体サイズが大きいので水滴が一瞬で飛びますね。こちらがコンパクトブロワー。こちらが比較した映像。まあ明らかに普通のブロワーの方が強いのが見てわかると思います。じゃあ肝でいいやんと思った方多いと思うんですけど、実際に僕がコンパクトブロワーを使ってみて思ったんですが、このコンパクトさがめちゃくちゃよく取り回しがしやすくなったので、かなり洗車後の拭き上げが楽になりました。まずそもそもボディ全体の水をブロワーで飛ばす必要はなくて、大きいタオルで一通り拭き上げてから、こういうグリルとかミラー下、ワイパーの下とか細かいところに溜まった水をブロワーで飛ばして、その水をタオルで吸い取って拭き上げていくのが一番時間効率がいいです。そこでこれまでのような大きいブロワーでもいいんですけど、こういうトランクの上側とかミラー下になると、大きいブロワーだと本体が大きいので、動かしてる時に車のボディに当たって傷が入る可能性もありますし、ここまで小さくコンパクトなおかげで取り回しがめっちゃしやすいですね。こんな感じでほぼ手の中に隠れるサイズなので、ブロワーがボディに当たって傷がつくリスクが大幅に減ると思います。特に僕が乗ってるスズキのスイフトだと、洗車後にこのミラーの下から永久に水が出てくるので、そこをしっかりとブロワーを使って水を飛ばさないと、洗車の翌日に水が垂れててシミになってること多いんですが、そういった隙間の水滴がこんなに小さいのに秒で飛びますので、実際にその映像をお見せしたいと思います。はい、普通に水滴飛んでるのが見えたかと思います。最近こういうグリルがついた車多いんですが、もうこれタオルで拭き上げると一生時間かかるので、こういうグリルはブロワーで水滴飛ばすのが一番いいです。これをタオルでやるとなるとほんとめんどくさいですし、これだけ小さいブロワーでも余裕で水は飛ばせるので、もしこれまでグリルをタオルで拭き上げしてた人がいれば、ぜひこの機会にブロワーを導入することをお勧めします。これまでの10分の1ぐらいの時間でグリルの拭き上げが終わります。こういうグリル以外には先ほど言ったミラー下もそうですが、ドアハンドルのところ、こういうところも水が溜まりやすいです。見てわかるように結構水が溜まってますよね。こういう隙間のところに水が溜まりやすいので、しっかりと拭き上げの時に水を飛ばしておくと、洗車翌日に水しみになることを防ぎます。
また洗車したらなぜか濡れてるドア開けたところの隙間、こちらもブロワーで隙間に入り込んだ水を飛ばしてあげることで洗車翌日に水染みになることを防ぎます。あとはトランク開けたところの隙間ですね。ここも洗車後に水溜まりがちですが、これだけ小さくて軽いので、片手にブロワー、もう片方でタオルを持って水を飛ばしてすぐタオルで水滴を回収できて、かなりの時短になります。従来のブロワーに比べると風力は正直劣りますが、コンパクトで取り回しがしやすく、ミラー下やドアの隙間、最近の車に多いタオルで拭き上げると一生時間がかかるグリルの水滴を一瞬で飛ばす風量はありますし、本体のサイズがかなりコンパクトで車の中に入れておいても全く邪魔にならず、充電も USB-C なんでシガーソケットやモバイルバッテリー使っても充電できるので普通におすすめですね。洗車だけじゃなく本体サイズがめっちゃ小さいので、こんな感じで普通のブロワーなら入らないグローブボックスの中とか狭いところでも使えるので、車内のホコリを飛ばしたり、車以外では家の掃除やパソコンのキーボードの掃除などいろいろな用途で使えますし、風量を一番小さくすると音量もかなり小さくなるので、夏の扇風機としても使えるんじゃないですかね。知らんけど何にでも使えて USB-C で充電できるので、一つあると便利かなと思います。今回のコンパクトブロワーのお値段は撮影した時点では7899円なんですが、2000円オフクーポンがあったので、それ使えば5899円とだいぶ安くなりますね。これまでの話をまとめると、従来のブロワーよりも圧倒的に小さいコンパクトブロワー、 USB-C で充電できて洗車後の水滴飛ばしに最適。大きいブロワーに比べると風量は勝てないけど圧倒的に静かで、隙間に溜まった水やグリルの水滴を秒で飛ぶぐらい強力。付属の袋に入れて車に入れておくといつでも使えるので、急に洗車したけどブロワー家に忘れたわってならないので、洗車を自分でする人は買っておいて損はないかなと思います。今回紹介したコンパクトブロワーは動画の下にある概要欄にリンクを貼っておくので、気になった方はリンク先から他の人のレビューを読んでもらえたらなと思います。スマホで概要欄を見る方法ですが、今見ている画面で動画のタイトルをタップすると下の画面が切り替わって、少し下にあるもっと見るを押すと概要欄が見れますので、ぜひ参考にしてください。こちらのチャンネルではスズキのスイフトスポーツに関する動画やカー用品、洗車グッズ、ドラレコなど車に関することを発信していますので、この動画が参考になったと思っていただけましたら、ぜひチャンネル登録といいねボタンを押していただけるとだいぶ助かります。また最近メンバーシップも始めて、メンバー限定でオフ会とかツーリングとかできたらと思うので、メンバーシップの詳細も合わせて概要欄に貼っておくので、ぜひ読んでもらえたらなと思います。ということで、また次回の動画で最後まで見ていただきありがとうございました。